店舗営業部の岡村明日香と申します。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。自分たちが落ち着くようなものが集まってるかなと思うので、ちょっとちぐはぐなところがあるかもしれないんですけど、ご紹介できればと思います。3LDK で広さが60平米ぐらいになります。で、2人暮らしです。まだ半年ぐらいしか経ってなくって、割と引っ越したばかりになります。お互い持ってた家具を持ち寄る形で今構成してるので、まだまだこれからかなというところで 50% ぐらいですかね。アクタス入社する前は設計事務所で働いていたので、高校生ぐらいの時からインテリアがすごい好きだったので、親に頼んで田舎で育ったんですけど、都会のおしゃれなインテリアショップに連れて行ってと頼んで行ってたりとか、大学は神戸の芸大に行ってたので、そこでインテリアの勉強してで建築設計事務所で勤めておりましたので、建築とかインテリアとか、雑誌をすごい見たりとかするのが好きです。一番は好きなものを集めているっていうところではあるので、多分アクタスのスタッフってみんなそうかなと思ってるんですけど、好きなものを集めて、それがなんとなく心地よくお部屋の中で混ざっていくみたいなところがうまくできたらいいなっていうコンセプトなので、自分たちが楽しく居心地よくっていうのがテーマになってます。今日はそんなお部屋をご紹介よろしくお願いします。はい、お願いします。ではまず玄関からご紹介いたします。こちらにどうぞ。いろいろ飾ってるわけじゃないんですけど、緑が欲しいなと思ってお花とか、こういうグリーンとかを挿してたりとか、あとこれがお気に入りなんですけど、ヤコブセンの時計で、大阪の店舗に前いた時に、移動してくる時に送別でスタッフのみんなからもらって、ずっと欲しいって言ってたものを皆さんがリサーチしてくれたので、一番見えるところに飾ってます。こういう動物モチーフのこういうトレイとかすごく好きで、雑貨屋さんとか、あと美術館とかに結構そういうモチーフのものって置いてたりするので、そういうのを集めたりとか、あとこれカール・ハンセンので作られてるというか、卵のオブジェなんですけど、デンマークの多分カール・ハンセンの本社に行かないと手に入れられなそうなもので、これはデンマークに行った方からお土産でもらいました。カール・ハンセンでしか手に入らないぞというのをちょっと見せたくて、あえてロゴを見せた状態で置いてたりします。一目惚れしたものをパッと衝動的に買っちゃうことが多いので、なので帰ってきてからどこに置くかはすごい検討に時間がかかるんですけど、こっちに置いて違うなってなって別のとこ置いて、他のものとか組み合わせたり変えたりとかして、でもその時間がすごく楽しいので、馴染ませるの時間かかるんですけど、それも趣味の一つというか楽しんでやってるので、本当に好きなものを直感で集めてます。先ほど言ったリビングダイニングに戻ります。どうぞ。リビングダイニングになります。マンション自体がそんなに新しいマンションではないので、こっちに和室があったりとかして、でもともと間仕切りがあったんですけど、広い空間にしたかったので間仕切りは取って別のところで保管してます。和室にそんなに抵抗がなくって、最近ジャパンリーとかちょっと北欧と日本を掛け合わせたようなテイストがトレンドだったりもするので、なのであえて和室があってちょっと良かったなっていうぐらいですかね。畳自体ゴロゴロ寝転がったりするのも結構好きなので、ラグも敷きたいんですけど、あえて畳の部分がしっかり見えるように今はしてます。どうしても気になるんですけど、はい、
なんでソファーが2個もあるんですか？ソファーが2個ある理由が、もともと私と彼とそれぞれ別で一人暮らししてたので、私はこっちのソファーを持ってて、で彼があっちの奥のソファーを持ってたので、それぞれやっぱり両方好きなソファーそれぞれだったので、なので両方置きたいなと思って、ソファーが2台入る家を探しました。なるほど。はい。で、あえてこっちが和室だったので、ちょっとどっしりとしたこのソファーとの相性もすごくいいなっていうのを内覧の時に思ったので、もう即決でした。幅が260センチぐらいあって、もともとは会社の上司の方からいただいたものでして、20年ぐらい前にアクタスで取り扱っていたムッシュというブランド、イタリアのブランドみたいなんですけど、20年経ってもすごく綺麗な状態だったので、いいものを長く使いたいなっていうのは私の中ですごいテーマとしてあるので、こういったものもこれからもしっかり長く使っていけたらいいなと思って置いてます。奥が USM ハラーという、本当にアクタスでもすごく人気の収納なんですけれども、カスタマイズを自分で細かくできるので、ある程度の規格は決まってるんですけど、それを組み合わせることですごく無限大な組み合わせができるので、こういうあえて段々にしたりとか、ちょっとしたこの幅がこういう香水にすごくフィットする高さだったりとかするので、見せる収納としてもすごく優秀ですし、隠したいものはこういう扉をつけてしまえば、扉の中にグッと押し込んで隠すこともできますし、リビングとかってすごく細かいものとか生活感のあるものとかもどうしても置いてたりすると思うんですけど、見せるのとそういう生活感を隠すのと一体になってるので、すごく使いやすくていいかなと思います。敷いてるのがトライバルって言って、アクタスでも時々ポップアップしたりするんですけど、こういうちょっと民族調のものが好きなので、こういうちょっと綺麗なところにあえてこういうのを置いたりとか、こういう植物を置くのにすごく最適なこのサイズが、柄もいろいろあったりとか、これもすごい一点物で出会いなので、その時もし気に入る柄があれば、ちょっとずつ集めて、今お家の中全部で3枚あるんですけど、そのままこういう植物の鉢とか置いちゃうとちょっと傷が気になったりするので、そういう時にデザイン性のあるこういうものを敷くとより見栄えもするかなっていうのと、インテリアのアクセントになるので好きで敷いてます。照明はヘイの照明なんですけど、大きいですよね。そうなんですよ。前に住んでたお家の時から使ってるやつなんですけど、当初は洋室にあえてこういうちょっと和紙風のものを置くのがいいなと思って買ってずっと使ってたんですけど、今は和室に和紙というもう間違いない組み合わせで置いてるんですけど、やっぱりこの大きさが魅力かなと思うので、光もすごく柔らかいですし、リラックス夜したい時とかはこれつけて、他全部照明消して、すごい柔らかい光の中でこのソファーで過ごしたりしてます。では続いてダイニングご紹介いたします。ダイニングはこちらがアルテックのダイニングテーブルなんですけど、2人暮らしなのでそんなに大きいダイニングが置けるわけでもなく、ただ友人が遊びに来たりっていうことはあるので、なので伸縮ができるものにしました。天板を上げて、でバーを引き出すとこれで広げることができるので、広げると4人ぐらいは座れるかなっていうので、色はいくつかあったんですけど、ちょっとこのあったかみのあるカラーがすごく可愛いなと思っていろいろ探した結果ここにたどり着きました。チェアはこれが Y チェアで、Y チェアはずっと欲しいなって思ってたチェアだったので、まずは1脚使ってるんですけど、2、3年ぐらい使ってて、
でカラーがイルスカラーって言って、当時は限定で出たカラーだったんですけど、ちょっとグレージュっぽいというか、スレートっていうカラーなんですけど、グレーでも寒色じゃないちょっとあったかみのあるグレーみたいなのがすごい絶妙なニュアンスのカラーがすごく好きだったので、Yチェアといえばオークのオイル一択だったんですけど、この色が出た時にもうこれにすると思ってカラーにあえてこれを選ぶことになりました。こっち側のチェアは、これ IKEA のチェアなんですけど、そうなんですね。はい、私が大学生の時に買ったチェアで、まだ高校生の時に高知出身なんですけど、高知から神戸の IKEA まで連れて行ってくれっていうのを親に頼んで IKEA に行ったのがきっかけですごい IKEA が好きになって、で大学生入ってからは IKEA でアルバイトしてたんですけど、なんかその時にこれも復刻のデザインだったんですよ。その当時ある IKEA のデザインっていうよりはちょっとヴィンテージ風な昔の北欧のデザインを復刻して作ったっていうチェアだったので、いい意味で IKEA っぽすぎないというか、色味とかもすごく好きで、これはもう10年ぐらい使ってます。思い入れのあるチェアにはなりますね。なるほど。はい、これもよく見るというか、K22 というサイドテーブルですごく人気のものなんですけど、よく見るカラーとは違ってて限定のカラーになっておりまして、テクタの企画を丸の内店でやってたことがあったんですけど、そのカラーを私がちょっと選定に関わらせてもらったので記念にちょっと買いましたグレージュベースでちょっと紫っぽいピンク味もあるというか、なんか今好きなカラーがピンクがちょっと気になってる時期なので、多分そういうちょっと赤みのあるカラーを選んだ感じですね。リビングダイニングですごくよく見える場所なので好きなものを飾ってるっていう感じなんですけど、一人暮らしの時に使ってた USM カラーで、さっきは緑が差し色だったんですけど、私はオレンジとか黄色が好きなので棚板にカラーを差し色で入れてる感じになります。パネル1枚ずつ変えられるので、全体変えることもあれば、こういうちょっとさりげなく入れることもできるので。2台目のソファーです。アイラーセンのラソファーというソファーでして、一人暮らしの時に使ってたので、やっぱり大きなものは置けなくって、なのでこれ幅が180センチで奥行き89センチなので、奥行き割とコンパクトで両アームがついててっていうのが一般的なソファーだと思うんですけど、あえてショートバックっていうここの途中までで終わってるようなデザインにすることで、すっきりも見えますし、これから後々お引っ越しとかもまたあると思うので、そういった時に他のソファーとも組み合わせやすいなっていうのを思ってて、同じシリーズで揃えてもいいかなって思ってますし、他にいいデザインのものがあればそれと組み合わせて使いやすいなっていうので、あえてショートバッグにしてます。ラグがピーターというラグでして、四角とかだとどうしても間取りにラグの敷き方制約されることがあるので、あえて変形にすることでソファー斜めに置いた時も合わせやすいですし、見栄えもしますし、であとはもうちょっと広く敷きたいなってなったらラグ重ねてもいいかなって思ってたので、あえてこういう変形のラグを選びました。白い方のレースはインスブルックっていうアクタスのノットというシリーズのカーテンなんですけど、結構シンプルなレースでちょっとブラウン系の糸が入ってるので、お部屋に馴染みやすいなと思ってます。で手前に映ってるこのカーテンもう廃盤なんですけど、ロアという昔あったやつでちょっと鍵編みっぽい感じのデザインがすごく気に入ってたので、あえてレース2枚使いという感じで、外の眺望がそこまで視線気にならなかったので、明るいリビングがいいなと思ってあえてレースだけで釣ってます。植物がそれぞれが一人暮らししてる時からずっと集めてたものをいろいろ点在させてるんですけど、カーテンレールにちょっとツリーの
植物を釣ったりとか、それぞれ好きなイメージが違うのでバラバラなんですけど、それをちょっと雑多に置いてもちょっと植物園っぽいというか、植物屋さんっぽくていいかなと思ってここに集めて置いてます。では次キッチンご紹介します。これがストリングというシェルフなんですけれども、もともとストリングって壁にそのパネルをつけて、そこにこういう棚板をかけて使うようなものだったんですけれども、アクタスがオリジナルでスタンドタイプっていうのを開発したので、この後ろにスタンドのポールっていうのを立てると、こういうパネルをそこに取り付けることができて、で床置きでこういうシェルフを、これもカスタマイズできるものになるので、棚板だけにしてもいいですし、こういうボックスがあるとちょっと隠したいものを隠せるようになるので、リビングでもキッチンでもいろんなところで使えるかなと思います。一たらの食器が割とたくさんあって、すごい普段使いもしやすくて、カラーがすごい綺麗なものが多いので、普通の料理も一たらの食器に入れるとおしゃれに見えるかなと思って愛用してます。では最後に寝室ご案内します。本当に寝る時だけここに来るっていう感じなので、すごいコンパクトな部屋にはなるんですけれども、アクタスの FB というシリーズのベッドフレームで、色はちょっとチェリー材を使ってるんですけど、この赤みのある感じが落ち着いていいかなと思ってチェリー材にしてます。リネンとかも全部アクタスのものなんですけど、あえて色を揃えずに、どうしても洗い替えとかでタイミング合わなくて揃わないみたいなことになるのがちょっと気になったので、もうあえて布団カバーとシーツと枕と全部色をもう変えてるので、入れ替えでどういう組み合わせになってもいいかなっていう組み合わせでローテーションをしてます。つってらっしゃる照明もすごく変わってるなと思ったんですけど。はい、これフロスの照明にフロスなんですね。はい、なります。私のイメージ UFO っぽい感じだったんですけど、お部屋に入れてみると意外と馴染むなと思って、前はキッチンに置いてたりとか、割とどの部屋でも合うので、模様替えのタイミングで照明もちょっと入れ替えたりしてます。では先ほどのリビングダイニングに戻ります。今日はありがとうございました。ありがとうございました。私もテイストにとらわれずに好きなものを集めていきたいなっていうのがあるので、好きなものを集めていくうちに自分らしさとかが出たら、それが一番いい状態かなと思うので、今まで大事にしてたものを捨てずに長く使えるものを選んでいくっていうところと、今まであるものもこれから加えていくものもいい感じにコーディネートができていけたらいいなと思うので、好きなものを手放さずに一緒に考えていくのが心地のいいお家になるんじゃないかなと思ってます。店舗営業部岡村がお送りしました。ありがとうございました。